はい、どうも有手です。今回は当チャンネルでもちょいちょい出てくるこちらのオフロードバイクです。これまでいろいろ改造してきましたが、スピードが上がったので小さな小石でも跳ねてしまい、このような直線がまっすぐ走りづらくなっております。なのでジャイロを入れて直進安定性を向上させていこうという動画です。こちらの直線 400m あるんですが、意外と数メートルしか直進維持できなくて、途中で跳ねてしまったりしてコースアウトしてしまうんですよね。なのでこちらの直線を気持ちよく走れるようになるのが今回の目標です。いろいろ改造していっているので最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。で、こちらのバイクに倒れそうになった時に持ち直してくれるジャイロを組み込んでいきたいなという話なんですが、前回登場したタムテックギア君に搭載しているこのジャイロ、今の取り付け状態だと左右に触れた時にハンドルを切ってくれますが、このジャイロを向きを変えて取り付けると、実はロールを拾ってハンドルを切ってくれるようになります。今回はそれで組み込んでみたいなと思ってやってみました。それでは早速バラしてジャイロを組み込んでいきたいなと思います。まずはドライバー人形を外しましてケースを開けます。中身はですね、先日使っていたタムテックギアのファインスペックについている ESEC と受信機が一体型になったものをこちらにも組み込んでおります。一体型が小スペースでちょうどいいんですよね。で、ジャイロを縦型に仕込みましてテストです。横の向きには反応しませんが、傾きには反応してくれます。いい感じですね。テストはいい感じなので、これをあとはどう仕込むかですね。今回はバッテリーケースの下がちょっと空いているので、こちらに入れていこうかなと思います。これであれば、このタイプのバッテリーであればこうやって仕込めばちょうどバッチリ収まるのでいい感じです。設置したジャイロの上からすぐケーブルが刺さる感じになるので、ここに目印をつけて、ここに穴を開けてケーブルを通して上からサーボのケーブルが刺さるようにしています。できました。いい感じですね。それではこのオフロードバイクのメカの配置を説明していきたいと思います。こちらに受信機と ESEC 一体型のものが配置されております。で、ここがモーターケーブル等の配線の余りを上の方にまとめております。そこから、そしてここに分かりづらいですがヒューズボックスがあります。これが結構スペースを取っています。で、サーボのケーブルをずっと伝ってここにジャイロがあります。で、こちらに隣にバッテリー、そしてここには電源スイッチが配置されています。で、先ほど説明したようにジャイロのてっぺんからサーボのケーブルを挿して真ん中にサーボがある感じです。あと以前のこちらのサムネの動画でも解説しておりますが、モーターはスポ中に交換しております。ただしモーターの交換はお勧めいたしません。ピニオンの交換がめちゃめちゃ硬くて大変で、危うくダメにしてしまうところでした。できたので動作を見ています。これ反対ですね。赤い矢印の方に倒れてる時に青い方向にハンドル切ってるんですけども、これだと余計すってんころりんですよね。ということでジャイロの向きを変えていこうと思います。ジャイロはですね、今この方向でひっついているので、進行方向を逆にしてあげればいいんですが、反対側に貼り付けるほどのケーブルの長さないので、このようにひっくり返して裏側に貼り付けるだけにしておきます。はい、設置し直しましたので動きを見てみましょう。これはいい感じですね。矢印の赤い方向に倒れた時にハンドルを青い方向に切っているので、これで持ち直してくれそうです。はい、いい感じです。なんでジャイロを反対にしたらうまくいったか、もうちょっと詳しく説明しておきますね。このジャイロはですね、設置の方向が縦か横かは関係なくて、進行方向に対してどれだけ傾いたかが分かるジャイロなので、設置方向は関係なく進行方向さえ合わせてくれればそれに応じた傾きが分かる仕組みになっております。はい、外にやってきました。組み込んだジャイロ、どのように動いてくれるのか確認したいなと思います。
ジャイロもですね、このように反応してくれているので、どんなような結果になるのか楽しみです。それではアクセルを吹かしてフライホイールを回転させていってみましょう。いってくれ。どうだ。おっと、これはかなりいい感じでまっすぐいってるんじゃないでしょうか。おー、結構いきましたね。で、ちょっと画面の外で壁にぶつかってしまいましたが、これはですね、初心者用のファインスペックというプロポを使っているので、ちょっと電波が遠くまで届かなくて、コントロールを失ってしまいました。なのでしょうがないですね。やっぱり走って追いかけるしかないですね。はい、じゃあ頑張って走って追いかけていきたいなと思います。やっぱり走るとなるとかなり気合い入れないと体力が消耗しますんで、はい、今走るかという感じで気合い入れております。バイクを起こして、さあ行くんだ。おっとダッシュしあれとちょっとグラグラして倒れてしまいましたね。さっきは思ってたんですけどね。はい、頑張っていってもらいましょう。おし、いった。おっと、ちょっとなんかグラグラする感じがします。はい。ちょっとグラグラしているのが気になるが、ちゃんと修正してまっすぐ走ってくれています。今のところいい感じですね。なのでグラグラしてて突然破綻する感じはあるので、ちょっとジャイロの方を修正していきましょう。はい、ジャイロ感度調整していきたいと思います。ちょっとだけ弱くします。ジャイロ平置きにしたのですごく調整がしやすくなっております。あとバッテリーの形もちょっと薄型のものに変更しました。これであればぴったり入ります。はい、それではジャイロを修正したフロードバイクの走り見ていきたいと思います。行くんだ。惜しい。いい感じでデコボコでバランスを崩しても戻ってきてくれているような感じがしますね。だいぶ直進安定性が増しました。おっと、ここで面白い回転をしたのでぐるぐる回転編集。これファミコンのエキサイトバイクみたいなのでお気に入りなので編集してみました。はい、じゃあ続き見ていきたいと思います。はい、ちょっと左右に触れるとダメかという感じですね。はい、今度はいい感じ。はい、ちょっとグラグラするけどもハンドルがすごい持ち直してくれる感じがします。いい感じです。かなりな記録が出ております。いい感じ。ちょっと最後壁に激突。でもいい感じですよね。はい、最初に比べてジャイロがあることの効果がすごく実感できる結果となりました。これはこれでいい感じで、スローで分析です。見て分かりますでしょうか。路面の凸凹を拾ってバランスを崩しそうになっているところをいい感じでハンドルを切って体勢を立ち直してくれているのが分かります。これでもかなり効果があるな、目指しという感じなんですが、当チャンネルではさらなる高みを目指してさらなる分析を続けていきます。で、次にうまくいかなかった時の分析です。こちら分かりますでしょうか。強烈なスリップの後にほら前輪が浮いてしまっているのでハンドルの効果が効かなくなってるんですよね。もう一つ見てみましょう。はい、強烈なスリップの後に前輪が浮いてしまって効かないというのがうまくいかないパターンです。滑った後に前輪が浮いてしまってうまくいかない。どうしよう。前輪が浮いている時にジャイロ効果を出したいということで、このドライバー人形を重心移動に使ったら前輪が浮いていても、そのジャイロの効果が得られるんじゃないかなというところでやっていきたいなと思います。はい、取り出しました。ドライバー人形くん、スーツを脱がせると、発泡剤のハリボテ仕様になっております。で、ドライバーからスーツをちょちょいと脱がしまして中身が出てきました。こちらにですね、
重りとしてこれぐらいがちょうどいいんじゃないかなということで、9V 電池、こちらで重みを出していきたいなと思います。でこれにサーボで動かしたいんですけども、ちょうど太もものあたりでサーボが動くようにして、腰を振る仕組みを作っていきたいと思います。はい、こんな感じ。腰のこのあたりにですね、組み込んでいきたいなと思います。はい、取り付けました。こんな感じで足の骨組みの針金に無理やりサーボをぐるぐる巻きつけて固定して、元々の針金のフレームを無理やりサーボで動かすという仕様です。はい、それでは仕組みができたのでスーツを着せて戻していきましょう。はい、最後形を整えてできました。そして配線についてですが、三つ股で分岐させまして、1つはステアリングのサーボに、残りの2つは腰のサーボに分配して送っております。はい、それでは動きを見ていきましょう。まずはステアリングを切って動きを見てみます。はい、使用上ステアリングを切ると人形も動いてしまう仕様なので、そちらを見てみます。で次に、倒してジャイロの反応で人形が動くかを見ています。ちょっと分かりづらいので手で感じてみます。はい、今回向きは合ってますね。倒す方向と反対側に人形が動いています。なのでハングオンとは逆に倒す仕様なんですけども、今回はバランスを取るためなんでしょうがない、そういう仕様になっております。で、仕組みはうまくいったので、こちらのドライバーのサーボの配線をどうするかですが、ドライバーはシャーシを開けなくても外せることがメンテナンス上望ましいので、シャーシの外に出したいです。ということで、シャーシの裏からケーブルを通してドライバーの足元で接続することにしました。なので、バイクが底を擦ってもケーブルが断線しないように、そこにちょっと溝を作りまして、そこにケーブルを通してグルーで蓋をしてケーブルが傷まないようにしています。はい、完成です。バッテリーを取り付けてテープで蓋をするとこんな感じ。出っ張りもなく綺麗に仕上がりました。さあ、それでは今まで誰もやったことがないと思われる人形を使ったジャイロ補正、どんな結果になるのでしょうか。はい、それでは走らせていきましょう。どうだ、行ってくれい。おう、おっと、走り出しました。揺れております。揺れております。揺れています。乗ってみましょう。なんだこれは、ケツが振りまくりの変な動きをしております。変な動きです。これは失敗か？いや、すごい。倒れそうになった後の持ち帰りはすごいいいです。ただ、ケツが揺れ始めると止まらない。微妙。微妙ですね。もう一回やってみましょう。そうっすね。ケツが揺れ始めると止まらない。これはジャイロ修正入ります。少しジャイロを弱めてもう一度チャレンジしてみたいと思います。さあ、走らせてみましょう。どうでしょうか。はい、そうですね。ケツ振りは弱くなっているので運転しやすくなった気はするが、どうだろう。もう一回。でもやっぱりケツ振り始めるとこけてしまいますね。さあ、もう一回。すぐダメだった。さあ、もう一回。カメラももう全然やる気なくなっている。カメラを向ける気力がなくなっている。はい。カメラを向ける気力はなくなっておりますが、なんでだろうという悔しさからまだまだ挑戦しております。はい。すでに疲労困憊。でもうまくいかないのが悔しい。もう一回行ってくれ。行くんだ。おっと、ケツを振ってグラグラしているが持ち直した。さあ、これはうまくいっているのか。なんかうまくいってる気がするぞ。
おっと、カメラから外れてしまったが、踏んでいるということはいいことなのかな。さあ、どうでしょう。おっと、コース外から帰ってきたと思ったら、コースアウト。さあ、うまくいってるのかいってないのかわからないですが、ちょっと記録出た感じですかね。すぐダメですね。なんか操作しづらくやっぱりなっている気がします。受け入れがたい現実。これは失敗なのか。一旦内に帰ってスローで走行シーンを確認してみたいと思います。グラグラが始まるとどうにも手をつけられない。はい、お疲れ。はい、そしてこちらがスローの動画になります。なんかあれですね、倒れる方向にお尻振ってる感じがしますね。なのでより倒れる方向に切ってるという、ドライバー人形がより倒すぞーって切ってて、ハンドルは一生懸命直してるという感じですね。これ逆にしてしまったんじゃないかな、ドライバーということでちょっと確認しております。ちょっと仕組み上いろいろ考えてるんですけど、そうか、やっぱりそうですね。ハンドルとドライバーはやっぱり修正する方向っていうか同じ方向に切らないとダメですね。ということでリバース回路を仕込むことにしました。こちらをジャイロとドライバー人形の間に入れてあげることでドライバーの動きが逆になってくれるようになります。そしてですね、ハンドルとドライバーのジャイロの効き具合をそれぞれ別々に調整できるようにジャイロを2つ用意しました。なのでステアリングの信号は2つに分けて別々のジャイロに入れます。で、上の方のジャイロはハンドルにつながってまして、下の方のジャイロが、ドライバー人形に伝わっていく感じになっています。で、ドライバー人形の方の回路はリバースでサーボの動きを反対にしてあげて、それぞれのサーボに接続します。それでは動きを見てみましょう。ハンドルが赤い方向に切れた時にバイクは青い方向に傾きます。そして人形も青い方向に倒しています。という感じです。で、後ろから見るとこんな感じ。はい。そしてここで何を思ったのか、もうちょっと人形の動きが欲しいなと思いまして、はい。これまでの小さいサーボではなくて、より強力な標準なサーボで腰を動かすシステムを作ってみました。こちらです。タミヤのいまいちパワーが弱くて眠っていたこちらのサーボですが、ドライバー人形を動かすには十分な力があるのではないでしょうか。ということで、本来サーボを固定する用の穴が左右に開いているんですけども、そこからステアリングロッド風に棒を伸ばしまして、それをサーボホーンと結びつけて、このように足を左右に振るような動きが作っていました。はい。以前のは小型のサーボ2つを使って足を動かしておりましたが、それはやめて1つの標準のサーボで動かしていきたいと思います。取り付けるとこんな感じです。はい、腰に取り付けました。ではこちらに足を取り付けていきたいと思います。こんな感じ。はい、稼働する角度は同じなんですけども、力強くなったのでしっかりと動くようになっております。いい感じで、以前つけていた 9V 電池の重りですけども、これをつけるかどうかですが、これはサーボ自体が重くなったのでいらなそうです。そして動きの確認です。パッと見の変化はわずかなんですけども、このわずかな変化がバランスを取るという意味では大きな効果があるのではないかなと思います。はい、それではリバース回路を搭載してサーボも大型化、ジャイロも2つということで大幅改造しました。どうでしょうか。いい感じですね。こちらもかなりタイヤ浮いてますが、ドライバーの補正も効いてるんじゃないでしょうか。いい感じです。ここでちょっとハンドル操作を誤って壁に激突。もう一度行ってみよう。はい、いい感じです。めちゃめちゃ安定しているのが分かります。はい、そしてち
ちょっと本気で走るつもり、テストのつもりで本気で走るつもりなかったので、だんだん引き離されていっておりまして、一旦ここで撮影を諦めてしまいました。というのも、あまりにも安定しているので、もう一回スタート地点に戻って、最初からちょっと 400m ダッシュを目指そうかなというところで、スタート地点まで戻ってきました。どうだ、いけるのか。さあ、安定性が今までと全然違う。これはいけるんじゃないでしょうか。ちなみにリバース回路を入れたからだけではなく、ジャイロを分けた効果もすごく大きいです。というのも、ハンドルのジャイロはなるべく小さめのセッティングで、ドライバーを動かすジャイロは最大限に振り切っています。なのでこのような動きが実現できています。さあ、どこまで記録を伸ばし続けるのか。おっと、ここで人間が失速して、それにつられてトリガーを緩めてしまったので、バイクがストップしてしまった。これは想定外のアクシデント。人間の体力が持たない。ごめんなさい。さて、気を取り直して走り出すも、人間の方の足がグラグラ。さあ、頑張れ。おっと、ここで路面が悪くなってコントロールをミスってコースアウトしてしまいました。さあ、そして3度目のチャレンジいきます。最後の力を振り絞っていくんだ。さあ、安定はしているぞ。このまま操作をミスらなければゴールだ。そしてもう全然追いつけないが、ゴールは間近。さあ、いった。おめでとうございます。まあ2回ミスってしまいましたが、この感じであれば何回か挑戦すれば絶対 400m 走り切ることができると思いますが、何せ人間が持たないということが分かりました。ということで今日はこれぐらいにしておきましょう。はい、いかがでしたでしょうか。ジャイロを使ったオフロードバイクの制御、ハンドルだけではなくドライバー自身にもサーブを入れてバランスをとってもらうことで、このような荒れた路面で飛び跳ねても空中でバランスを取るということができるため、ハンドルだけではない強力な安定性を得ることができるようになりました。使っているパーツも安く、仕組みも簡単なので、このような方式でさらに安定性を得られる結果が得られたのは大変面白いことだなと思います。そして安定したがゆえに、このようにすごく近くまで寄り添って横から撮影するということもできております。またこのオフロードバイクを使ったかっこいい動画の撮影をやっていきたいと思います。今回はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ハリテシでした。